皆さん、こんにちは。藪基礎デッサン講座の藪下です。中級編第6回目は箱ティッシュを描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。箱ティッシュは避けて通れない基礎デッサンの定番モチーフですが、なかなか厄介なモチーフです。箱部分は直方体ですが、上面の真ん中あたりは少し膨らんでいます。箱表面には多少の光沢があり、かすかな映り込みなどもありますから、通常の明暗変化が適用しにくいところがあります。また、両線部分はピン角ではなく小さな斜めの面があり、そこにハイライトや周辺との明暗に変化があります。表面の文字や模様も気の抜けない部分です。ティッシュは半ば光を通す薄く柔らかい質感で、布や紙などより穏やかな明暗変化に見えます。これらのことに注意しながらデッサンを進めたいと思います。モチーフはこれですが、書き出す前にモチーフを手に取りよく観察します。箱の両線部分の小さな面、頂点部分の厚紙の折れ曲がり方、厚紙の厚み、ティッシュペーパーの折れ曲がり方や形などをよく観察しておきます。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。また、鉛筆の濃さは鉛筆ホルダーに表示していますから参考にしてください。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。また、制作時間は4時間でした。この動画を最後まで見れば、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見てなるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは箱ティッシュのデッサンを始めましょう。当たりを取ります。全体のバランスを考えながら、箱の両端と下限の位置、真ん中の両線の当たりを取り、箱から書いています。ティッシュ部分は小さな形を無視して、よく曲がっている部分同士をつなぐ大きな傾斜を書きます。形を書いていきます。測り棒を使って A、B の長さの比率を確認しておきます。また C の長さを基準にして、横幅の長さが C の何倍あるのか、高さが何倍あるのかなどを確認しておきます。他にもこの図のように、ティッシュのよく曲がっている部分が横幅の長さ A、B の間のどこにあるのかを垂直線を測り棒で想定して検討しておくといいと思います。ただし、よく目立つ大きな部分の比率だけで構いませんし、測り棒を使って確認してもどうしても形がおかしいというときは自分の感覚の方を優先してください。少しでも測り棒を使うときの視点が動くと正確には測れませんから、あくまで目安程度に測り棒を使っていけばいいと思います。最初に箱の左右と真ん中の両線を決めます。次に二点透視図法の約束に従って両線を書いていきます。線を引く時のコツは、鉛筆を大きく動かして線を引く先の目的地を見て一気に素早い線を引きます。今回は縦の両線もほんの少し中心に向かって傾けています。箱の中心線を書き、ティッシュを取り出す開口部分の形も書いておきます。ティッシュは大きく曲がっているところに着目して直線を使って大まかに書きます。測り棒を使って目立つ形の位置を確かめています。もう少し細かくティッシュの輪郭線を描いていきます。箱の模様を描いていきます。
横方向の中心線を目安にしながら大まかな位置を探りながら薄く描いていきます。模様の形だけを見るのではなく、模様同士の隙間の形や箱の両線までの距離なども確かめながら描いていきます。文字も同じように形と位置を探りながら書いていきます。文字列は両線の方向と同じ方向の補助線を書き、歪まないように気をつけます。文字の位置と形が決まったので、箱の明暗を書いても消えないように少し濃く強めに書いておきます。模様の輪郭線も同様に形を決めながら少し濃く描いておきます。箱の閉じ合わせの部分と厚紙の厚みも書いておきます。小さな部分ですが、箱の特徴を表すとても重要な部分です。台紙状の影も大まかに描いておきます。これで形は完成です。明暗を描いていきます。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次に箱部分の3面の明暗や1つの面の中の明暗の配置具合を確認します。ティッシュ部分は大きな明暗の配置や帯状につながる暗い帯や反射光の流れを確認します。一番暗い箱の右側面から書き始めています。B の鉛筆を使っていますが、かなり色味が濃いので 2B スタートの方が良かったと思います。両線と同じ方向の縦横の線と斜め方向の線を使って書いていますが、かすかに厚紙が湾曲しているので、そのことを念頭に置いておきます。左側面も書いていきます。両線と同じ方向の縦横の線と斜め方向の線を使っています。長い線を使って大まかな明暗を書いていきます。大まかな明暗は目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというぐらいに目を細めて明暗を大きく捉えます。
大まかな明暗を書きながら、暗い帯や特徴的な暗さも同時に書いていきます。ティッシュの下側の箱との境界線付近はかなり暗いですし、部分的に接地面の影の暗さが出ています。箱に映るティッシュの影も同時に描いていきます。全体的に鉛筆が入ったので右側面に戻ってきました。この部分は小さいですが、箱の特徴的な形ですからしっかり観察して描いていきます。厚紙の重ね合わせによるかなり暗い影ができています。この両線には小さな斜め向きの面があり、かなり暗く見えています。接地面の濃い影も手前は強く、奥に行くほど弱く描いていきます。台紙状の影も水平方向の線と箱の両線に平行な線を多用して大まかに描いていきます。台紙状の影が箱の右側面に映り込んで暗く見えています。これを描くことで少し光沢のある箱の材質感が表現できます。箱の左側面も上下の明暗差、手前と奥の明暗差に注意しながらスピーディーな長い直線を使って描いていきます。右側面の暗さと対応するように描いていますが、まだまだ大まかな明暗表現です。ティッシュを描いていきます。この部分はティッシュの中でも前の方にあり、かなり暗いですから強めに描いています。この暗さを基準にティッシュ全体の明暗を検討していきます。全体の明暗を念頭に置きながら小さな面の明暗も書き加えていきます。また濃い色味や特徴的な暗さを一歩先んじて書くことで、その他の部分が引っ張られデッサンが書き進めやすくなります。この部分は大きな膨らみで暗い影の帯とともに下向きの面の反射光がよく見えます。ティッシュはどの部分も手前に向かって膨らんでいる形は影の暗い帯と反射光がありますから、そのつもりで観察します。この接地面の影は少し強めに描いて、箱とティッシュを区別するとともに、どちらの存在感も強めることに役立てます。小さな形の明暗を描くときも、いつも大まかな明暗も意識します。
この大きな上向きの面はとても明るくて明暗変化が見づらいですが、光の方向と面の向きも考えながら H の鉛筆を使って大まかに描いています。厚紙の厚みの表現も忘れないように描いています。右側面はピンク色の固有色に加えて一番暗い面ですからかなり色味を濃く描いています。両線に平行な線やわずかに膨らみのある形に沿う線、明暗のつながりや台紙上の影の映り込みを表す線などを加えていきます。台紙上の影も空間表現には不可欠ですから遅れないように描いていきます。左側面や上面の明暗も右側面の書き込みの度合いに合わせて書き足していきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いてモチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。少し離れたところにおいてデッサンを客観的に見るという作業は、モチーフを近くで見て面の向きや細部の形、明暗を確認するのと同じくらい重要なことです。慣れない間はどうしても書くことに夢中になりがちですが、基礎デッサンでは見る力を鍛えることに重きを置きたいものです。ティッシュの部分に戻ってきました。この部分の暗さを基準にしていますから、まずここの暗さを強めて他の部分のデッサンを進めます。小さな部分ですが明暗に変化がありますからしっかり観察します。大きな明暗の配置、面の変わり目の暗さや反射光、明暗の流れ、大きな暗さの中の形の変化に伴う明暗変化、大きな明るさの中の形の変化に伴う面の変化など、いろいろなことに注意しながら観察しデッサンを進めます。箱上面に映るティッシュの影も遅れないように描いていきます。だいぶデッサンが進んできたので、文字と模様の色味を濃くしています。一気に濃くするのではなく、他の部分の完成度に合わせておきます。手前より奥の方の色味を少し薄く、側面よりも上面の色味を少し薄く、場所による色味の見え方の変化にも注意を払います。右側面に戻ってきて書き込みを強めます。この面は少し湾曲している上にわずかに光沢のある材質で明暗が見づらいですが、立方体の影の明暗を念頭に置いて
内視上の影の映り込みなども考慮に入れながら明暗を検討します。擦筆を使って発色を鈍く抑えています。左側面も立方体の左側面の明暗の出来方を念頭に置きます。両線と平行な線、斜め方向の線、明暗のつながりに沿う方向の線などを使っています。基本的には上の両線付近より下の台紙付近の方が明るく、手前より奥の方が明るく見えます。この場合の明るくは弱くという意味です。箱の上面は3面の中で一番明るいですが、同じ明るさではなく、場所によってティッシュの影が映っていたり、わずかな膨らみによる面の湾曲のせいで光を多く受けて少し明るく見える部分などがありますから、明るさの違いをよく観察します。手前と奥、上と下、3面の明暗などに注意して、文字と模様の色味を強めています。ティッシュの書き込みを続けます。大きな明暗の配置、面の変わり目の暗さや反射光、明暗の流れ、形の変化に伴う明暗変化など、いろいろなことに注意しながら観察を深めます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと意識と目線を往復させます。この辺りから明暗の調整に練りゴムを頻繁に使うようになります。濃くなりすぎた部分を練りゴムを使って白く描くという感覚で使います。練りゴムを平たくしてさするように、底を平たくして叩くように、押し付けるように、いろいろな使い方を工夫します。左側面の明暗を描いています。大きな面で形の変化が少なく単調になりがちですが、面の四隅と真ん中の5箇所で明暗を比較します。奥の厚紙の重なりを見落とさないように描いておきます。接地面の影を強めます。この部分には影がないのですが、空間表現の助けになりますから、台紙の広がりを描いています。
両線にある小さな斜めの面のハイライトを白く抜いています。上面はこの部分が少し膨らんで明るくなっています。ピンク色の固有色、影面としての暗さ、台紙状の影の映り込み、湾曲面に沿ったわずかな明暗変化、紙の厚みなど、最終的な色味の濃さまで書き込みます。文字や模様の色をもう一段強めています。この両線には厚紙が折りやすいように小さな斜めの面があり、方言の方を向いていてかなり明るいです。この面に接する上面や側面付近は明暗対比により少し暗く見えている部分があります。こういう小さな部分の表現も箱のそれらしさを表すのに見落とせない部分です。文字を上面の膨らみに沿うように少し修正しています。全体の調子を見ながら最後の書き込みです。手前と奥の距離や全体の空間を意識しながら、鈍い陰影の暗さに殺筆を使ったり、練りゴムで明暗を調整したり、大きな面の明暗を再確認したり、各部分の形をもう一段書き込んだりしています。
そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？書き出す前の予想通り、箱ティッシュは書きにくいモチーフでした。書き出しの右側面を B の濃さの鉛筆から始めてしまったものですから、なかなか全体的に濃くならず時間がかかってしまいました。箱部分の形のわずかな膨らみ、箱の少し光沢のある表面のわずかな映り込み、両線のピン角ではない小さな斜め向きの面、表面の文字や模様、ティッシュの半ば光を通す薄く柔らかい質感などなど、書かなければならない要素がたくさんありましたが、それらはすべて箱ティッシュのそれらしさにつながる部分ですから、どれもないがしろにはできない要素でした。皆さんもぜひ箱ティッシュのデッサンに挑戦してみてください。それでは今回の要点をまとめます。1、箱部分の形は直方体ですから、2点透視図法の約束を守ります。また、わずかに膨らんだ面の湾曲、両線の小さな斜めの面、厚紙の合わさった部分、紙の厚みなど小さな形をしっかり観察します。2、印刷された文字は補助線を使って形を整えます。3、ティッシュの形はよく曲がっている部分に着目して、曲がっている部分同士の形を大まかに直線でつなぎ、その後自然な形に修正していきます。4、箱部分の明暗は初級編維持の立方体の明暗を適用しますが、光沢のある表面に映る映り込みの色味などを加味して、状況に応じて明暗を決めていきます。5、ティッシュの明暗は最初に明るい部分、暗い部分に大まかに分け、その後それぞれの形の面の向きと光の関係を考えながら、より細かな明暗表現にしていきます。また、ティッシュの形の膨らみは変形した円柱形と考えて、接地面の影、反射光、暗い帯、明るい部分を一体で捉えます。はい、皆さんお疲れ様でした。箱ティッシュのデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。